C++ が C だ。まさかこんなことに。一体誰が。しかし、どうやって。では解き明かしていきましょう。この機械仕掛けの殺人を。C++ が熱線銃で頭部を撃ち抜かれて破壊及び殺害されました。C++ はサイボーグではあるものの、体はロボットと同じ規格で作られています。そのため、ロボットと同様に自分で自分を分解することもある程度は可能です。しかし自殺はありえません。自己分解と自殺のどちらもやった瞬間動けなくなるので、どちらか片方はできても、もう片方が実行できないのです。よって、これは殺人です。それをやったのは誰なのか。まず、ジャバさんは事件の前後、そして雪が止むのを二人で見た後もずっと私と給湯室にいて、死体を発見するまで同行していました。雪の上に残っている被害者 C++ の足跡をつけ、さらに倉庫で殺害するのは、どんな次元トリックを使っても不可能と言えるでしょう。そのため、私とジャバさんは犯人ではなくずっと給湯室にいたものとして、目撃証人に使います。と言っても、目撃したのは、被害者 C++ が東側に去っていったこと、そして Python 教授が西側の自分の部屋に向かって通っていったこと。これだけです。被害者 C++ に関しては雪に足跡が残っているので、玄関から出て倉庫に向かったと考えれば矛盾はありませんが、犯人はどこから来てどこに去っていったのか。範囲内にいる唯一の人物は Python 教授です。Python 教授が犯人であれば、倉庫に呼び出した C++ を殺害、分解するだけであり、何の障害もないように見えます。犯人としてはあまりにあからさまですが、一体どうなのか。実は Python 教授が犯人ではない証拠はあります。被害者の頭部と同等の硬さを持つヘルメットを的に熱線銃を試射したとき、ヘルメットを貫通して壁には穴が開きかけるほどの弾痕が残りました。つまり、被害者の頭部を撃ち抜いた際も、同様にレーザーは貫通してどこかに弾痕を残しているはずなのです。ちなみに床の埃からして、家具や棚などを動かしてその後ろに隠しているということもありませんでした。それでも角度的に見えないような場所に弾の跡が残ったんじゃないかしら。いや、それはありえません。熱線銃の弾はレーザーですから、重力の影響は受けずに直進するはずです。そして人間が物を見るのに使う光もそれは同様です。つまり、視線の範囲と射線の範囲は完全に一致するのです。通常の弾丸であれば重力で落ちるなどして見えない場所に弾痕を残すこともありえなくはないですが、レーザーの弾を撃つ熱線銃ではそれがありえないのです。特に1階の場合は窓の外に高い塀があり、空も見えません。つまり室内か塀に弾痕が残るはずなのです。そして Python 教授の部屋の窓や倉庫の扉もトレーラーに塞がれています。被害者の倒れた跡や血痕などは雪の上に残ってはいないので、室外で撃たれたことは言うまでもありません。もちろん蜃気楼など発生しているわけもないので、レーザーは必ずまっすぐ飛びます。とにかく1階の Python 教授が行ける範囲では、どこでどう撃っても直線上のどこかに弾痕が残るはずなのです。しかし実際にはどこにも弾痕はありません。つまり Python 教授が1階で熱線銃を撃つことは不可能なのです。真犯人としては倉庫に偽の弾痕を残せれば Python 教授により強力に罪を着せられるのですが、熱線銃は充電に時間がかかって一発しか撃てないので、それもできなかったのです。さて、1階では弾痕を残さずに熱線銃を撃つのは不可能ですが、2階や屋上でならどうでしょうか。塀より高い2階以上の高さなら、レーザーの弾痕を残さないのは簡単です。窓の外、空に向かってレーザーを飛ばしてしまえばいいのです。
まあ被害者の血液が床に垂れるとまずいのであまり無茶な角度では撃てませんが、とにかく水平よりある程度高い角度に撃てばレーザーはどこにも着弾しません。普通のピストルでこんなことをすればいずれはどこかに弾丸が落ちることになり、もしそれが発見されれば弾道をかなり推測されてしまいます。しかし常に直進するレーザーであればその心配は全くないのです。レーザーは空の彼方に飛び、いずれは雲の中でかき消えることでしょう。弾に実体のない熱線銃ならではの撃ち方ですね。1階では塀やトレーラーにより空が見えません。もし窓際でほぼ真上に撃つような無茶な角度で撃てば、被害者の血液が垂れるなどして、ビニールシートの上だけに血痕を留めるのは不可能でしょう。しかし、塀より高い2階や屋上でなら少し上に向ける程度で十分なので、問題なく射撃することができます。これが1階の中の一部の範囲でしか行動できないパイソン教授が犯人ではない根拠です。つまり、真犯人は2階以上の高さにいた人間です。さて、かなり前置きが長くなりましたが、ここからが本番です。2階以上にいた人間が具体的にどうやったのか。被害者の殺害は自分の部屋に呼び出し、メンテナンスだとか適当な口実で被害者の頭部を外します。これで被害者は何も動かせなくなり、抵抗が不能となります。そこで血が床につかないようにビニールを敷いた状態で被害者の頭部を撃ち抜きつつ、貫通したレーザーは空に飛ばしてしまいます。窓の高さに合わせることを考えると、被害者の頭部は机にでも乗せた状態で撃たれたのかもしれませんね。これで被害者の殺害は完了し、あとはそれを1階の倉庫に移動させればいいのです。しかしその方法が問題じゃないのか。死体が一人でに歩いたわけでは。まあそれも当たらずとも遠からず。犯人はここで共犯者としてコボルを使ったのです。コボルはロボット三原則により殺害には協力できません。しかし殺害後の後始末に協力する行為は人間への危害に当たらないので、ロボット三原則第2項、人間への服従が優先されます。もしコボルが殺害の瞬間に立ち会っていたら、ロボット三原則第1条により止めに入るはずなので、コボルは被害者と時間をずらして呼び出します。こうしてコボルを共犯者に抱き込み、それを利用して死体を倉庫に移動させる。その具体的な方法は、コボルの頭部を使うのです。C++ は自力での分解も一応できるとのことでしたが、同じ規格だというコボルもそれは同様でしょう。要するに、コボルの頭部を外すのはそこまで難しくはありません。そして、コボルの頭部を外してそれをどうするかというと、あくまで生体部品は頭部だけで完結していて、胴体との接続、体を動かす信号などは完全に共通だ。実際、C++ の胴体が破損した時、間に合わせでコボルの体をつけて動かしたこともある。その逆も可能だ。コボルと C++ は同じ規格の接続を持ち、実際コボルの体に C++ の頭部をつけたこともあるくらいの、そう、互換性があるのです。被害者 C++ は頭部を撃ち抜かれて殺害されただけであり、体は特に破損していません。なので別の頭部、コボルの頭部をつければ再び動かすことが可能です。先ほどの死体が一人でに歩いたという指摘も、ですから実はほぼ正確を得ているのです。つまり、被害者の死体が、自らの頭部と凶器を持って現場まで歩いていったのです。ただし、本来の体の主とは違う頭部をつけられた状態で、これが被害者の足跡の正体です。犯人は現場に行くことなく自室で被害者を殺害し、その死体を現場に向かって自走させた。部屋を出ることなく犯行に及んだのです。このようなトリックのメリットは現場から遠い位置でも犯行が可能になること。そのメリットを考えると、
現場から最も遠いスウィフトさんが怪しいと言えるでしょう。証明としては根拠が足りませんね。それでは、犯人を僕一人に特定できてなどいませんよ。もちろん QED にはまだ早い。続けましょう。このトリックにはまだ必要な手順があります。それは、コボルの頭部を回収することです。そしてその方法は、ケーブルを使うのです。といってもケーブルとして使うのではなく、その用途はロープの代わりにすることです。犯人、スウィフトさんは自分の部屋の窓から、十分に長いロープ代わりのケーブルを垂らしておきます。長さが足りなければ、複数のケーブルを結んでつなげればいいでしょう。そしてあらかじめ指示を受けたコボルは、現場に着いたとき、自分の頭部にそのケーブルを結びます。そして C++ の頭部や凶器を置いて、自分の体になっている C++ の胴体を可能な限り分解するのです。体を分解したのは頭部の乾燥に気づかれにくくするためです。頭部だけが外れていると目立ちますからね。だから全身を外したのです。その後、犯人は頃合いを見てロープ代わりのケーブルを引っ張るのです。こうしてトリックに利用された犠牲者、コボルの頭部は窓の外で引っ張り上げられて回収されるのです。あとはそのコボルの頭部を本来のコボルの体に装着し、コボルは適当な場所に行かせてしまえば何も証拠は残りません。これはあまり離れた場所で行うと頭部が引きずられて雪の上に痕跡が残ります。しかし、雪の上に不審な痕跡はありませんでした。よって、実際に行ったのは真上の部屋でしかありえないのです。つまり、ルビーさんではこのトリックは不可能です。ちなみに屋上も足跡は全くありませんでしたから今回は使われていません。真上の場所として利用できるのはスウィフトさんがいた部屋だけです。そもそも、共犯者というのがナンセンスです。まして、それがロボットであれば、口を割るリスクが高すぎる。そうでもありません。人間であれば犯人による口止めに従わないリスクがありますが、ロボットは必ず人間の命令に服従するので、口止めに逆らえません。それどころか、殺人者に捜査の手が及ぶのもれっきとした人間への危害ですから、ロボット三原則第1条、人間への危険を看過してはならないという部分を強調してコボルを説得できるのです。そうなると、犯人を殺人者であると告発するのも人間への危害の一種であり、隠蔽工作についてコボルが口を割ることはできないのです。第1条は最も優先されますからね。それは、私は。こうして徹底的に利用された犠牲者であるコボルは、それ以降も沈黙を守り続けるわけです。これは人間の共犯者よりもはるかに安全で確実です。それは。さあ、これで終わりです。犯人は2階で被害者 C++ を殺害。その際、レーザーを空に飛ばすことで弾痕が残らないようにした。つまり犯人は2階にいる人間。2階から死体を移動させる方法として、破壊された頭部だけをコボルのものに換装し、死体自ら倉庫へ歩かせた。そして最後にロープ代わりのケーブルでコボルの頭部を吊り上げて回収。それが可能なのは倉庫の真上の部屋にいた人間のみ。つまり、スウィフトさん。犯人はあなたです。C++ の元となった C は事故に遭い、確かにそのままでは生存が難しかった。しかし、あのサイボーグ化は
本人の記憶と人格を大きく損なっていた。そして脳だけは生かされ続け、形だけを保っているあの状態を見ていられなかった。教授は生きているだけでいいとしていたようだが、あれは生ける屍だった。だから彼女を正しく死なせてやるために C++ を破壊した。やはり頭というのは誰しも大事です。自分で考えることをやめてロボットのようになってしまえば、必ず何かの犠牲者にされてしまいます。しかし、自分の知性や人格が本当に保たれているのか、それを自分で認識するのはとても難しい。私も皆様もいつまで頭が保たれるか、考えてみると恐ろしいものですね。